CD はそうね、ここのなんかな CD も説明するのが難しいな。ここのコツを言語化するのがちょっと難しくてね、走ってみないと。直前でちょっと左向いといてもあとは一気に右に倒しきるみたいな、そういうイメージなんだけどね、俺は。接近からダッシュボー前に降りるときに段差があるけど、その段差のでちょっと浮くときにここで浮く、ここの空中で解放するイメージ、ターボは。本気で走っても多分54いくかいかないかぐらいじゃないですか。そんなに速くないんで、このコース。そういう感じ。いや別に俺的にはあそこのコイン拾わなくても別にいい。あそこ別にコイン拾うことより CD が入ることの方が重要。どうせコイン後で取れるから。どうせ VS の話だったらコイン取んなくていいよ、あそこの CD。 俺も別にコインは意識してない。1枚2枚ぐらい取れたらいい方だと思ってる。 TA だったらそれはコイン取んなきゃいけないけど VS だったら別に1枚取れたら OK だと思うわ。取れない時もあるし、普通に取れる。低空は駅場が一番実感しやすいよね。R ボタン、ねじってことか。ねじった方が低空出やすいイメージだけどね。できるだけ早く出すのとねじった方がいい。そういう意味ではタイミングよく R が必要かもしれない。早めに出すかつまあねじる、ねじれができてるかどうかは減速してないんだね、この動きをやって。ねじれはなんかでもなんかこの煙が一瞬出るぐらいがいいんですよね。煙が出せてるかどうかはちょっとぐらい指標になったりするかもね。この煙が出てるのは大事。多分出てないんだったら早すぎだろうな。煙が出てないとね、R ボタンドリット入力できないってことだからね。ミニジャンだけだと煙出ないんですよ。こうやって一瞬ドリットしてんだよね、これ。一瞬ドリット入力してんだよね。煙の出過ぎはダメです。簡単だけどな。でも俺は8からやってるから簡単って思うだけで、8ゼラからやってる人はむずいんだろうね、これ。俺は何も難しくないと思う。そうなんだよね、これ。こうなんか片側だけ煙出るんですよね、交互に。なんか2回切り返すたびに煙が1回出るみたいな。いや、ねじれは使い道いっぱいあるよ。ねじれライン調整に使えるのと、あとはターボ貯めるのに使える。普通になんかこのまままっすぐ向いた状態で入ったらターボ溜めにくいところを一旦ね、こうやってなんか外側に向くことでターボを稼げるんですよ。一旦反対側にさ、右カーブで一瞬左に向くとかみんなやるじゃん。こことかそうじゃないですか。ドラゴンロードとかねじれ使ってると思う。早溜めができてるんだったら別にねじんなくてもいいんだけど、ねじれをさ、これさ反対に入れることによりちょっと右に切り返せる時間が増えると早く変わりますよって、早く余裕を持って食べれますねって、そういう感じですね。別にミニジャンでもそんなに変わんないけど、多分ねじった方が原則少ないと思います。そうだよ、倒す時間稼ぐ。だって逆方向向いてればそれだけね、倒せる時間増えるからね。右に曲がりたい時に左向いた状態でドリフトを開始すれば右に入力できる時間は増えるからね、ターボ溜めやすくなります。だから早溜めちょっとぐらいできなくてもねじれで溜める時間稼げばちょっとぐらいごまかせるよ。早溜めできなくちょっとぐらいできなくてもねじれでごまかせます。直線追い越せで練習しとくといい。一番直線なのは俺ここだと思ってるけどね。 GBA マリスの最初のストレートで一生ねじっとけばいいと思いますよ、これはね。できた人こんな感じでしょ。こんな感じだと思うんだけどね。多分みんなこんな感じですよ。ちょっとドルト入りすぎてるとか、なんかちょっと車体傾きすぎてねみたいな、みんなこんな感じになってる。ちょっとぎこちなくなってるし、こんな感じでどうせできてないっていう人はそんな感じな気がするんですけど、これはできてないんだよな。これはねじれじゃないんだよ。
これじゃダメなんですよ。減速っていうのはめっちゃハンドル切ってるから。減速してる感あるでしょ。いや、さすがにドッスン遺跡はねじんないと無理だよ。まあ、ドッスン遺跡の開幕ねじんないで貯めれるやつは多分いないと思うんで、ねじってください。ぜひともねじってください。俺もねじんないとできない、さすがに。ねじれをね、応用すれば、水中で一回ターボを余計に出すとかもできる。多分ここねじんないと貯めるのきついんですけどね。ねじると余裕でいけます。ねじればいいことがある。ここを若干なんかねじって方向転換すればこうやって無駄に一回させるみたいなお得でしょ。いや、ねじれ覚えるとね、なんかいろいろなんか小賢しい動きができるようになるからおすすめですよ。動きのバリエーションも増やせるしね。幅の最初、ジャンプ台でねじるとこですかね。ここジャンプ台でいいかな。ここもねじれなんだよな。こうね、ねじんないでドリフト入れて入るのとねじってドリフト入るのとね、速さ変わるんで、こうやって入ると遅い。一発目からドリフト入れたでしょ、今。ねじんないでさ。直前にね、一回ねじってから入れると速くなります。最初のリスク、こういうこと？こういうことね。こういう話。ここもそうだよ。ここも一回ドリフト挟んでから飛んだ方が速いです。ここのジャンプ台もね、こうやってターボを行って1回の目のドリフトに入っていってもそんなにそうするとね遅くなっちゃうんですけど、1回切り返しでドリフト入れると速くなります。やってみたらわかる。ゴーストかなんかとかなんだら俺もね明らかに差がつくんだよな。なんかなぜか知らないけど、これ一旦ドリフトで切り返しを入れておくと速い。切り返さずにそのまま1回目で入っちゃうと遅い。ねじれを使えばここにスーパー溜めながら突っ込むことも可能。でね、ここねじんないで飛んだら遅いんですよ。こうやって飛んだら遅いんですよね。めっちゃ。やってみる？ゴーストと並んで。リボンも忘れてたわ。このゴーストと並んで走れば、ジャンプアクションの前のねじれがどんだけ速いか分かるんじゃないかなって。ゴーストついてねえじゃねえか、師匠が。ゴーストついてねえんだが。俺もぴったり重なりすぎてんなと思ったけど、ゴーストいなかったわ。多少俺が遅いのは置いといて、ねじんないで飛ぶのがどれぐらい遅いかが分かるでしょ。こんなに差つくからね。これがねじりの力です。ねじれ。結論ねじれ。最初これだけど、これしか足らないけど、ジャンプ台割りこんだけ差つくからね、驚ろしいでしょ。必須テクニックです。ねじれ。ねじってくれ。ねじったら世界が変わるからみんなねじりマスターしような。